中東情勢を心配して株を売ってしまった方。昨晩の米国市場は劇的な反発を見せました。ホルムズ海峡の再開報道を受け、ダウが約869ドル高と急騰しています。しかしその中でネットフリックスは約 10% の大幅下落となりました。日経平均が約 2% 下落した東京市場とは対照的に、米国株は力強い回復を見せています。ただし個別銘柄では明暗が分かれる展開です。 US テックナビです。4月18日の最新動向をお伝えします。今日押さえるべきポイントは3つ。あなたの資産運用にも直結する重要な相場の動きをまとめました。最後までぜひご覧ください。まず1つ目のポイント、ネットフリックスの急落について深掘りします。今回の決算で発表された今後の見通しが市場の事前の期待に届かなかったことが大きな要因となっています。さらに共同創業者のヘイスティングス氏が取締役を完全に退任すると発表しました。ストリーミング業界を黎明期から牽引してきたカリスマ的な人物の退任劇は一つの時代の終わりを強く意識させるものです。また市場が強く期待していた自社株買いに関しても具体的な発表が何もなかったことが投資家の失望売りをさらに誘発しました。他社との動画配信の競争が激化する中で今後の成長戦略に大きな課題を残す形となりました。次に主要指数とセクター動向です。ホルムズ海峡の再開というポジティブなニュースを交換し、市場は全体的にリスクオンの姿勢に転じました。 S&P500 などの主要指数は揃って大きく上昇し、投資家心理の急速な改善が鮮明に現れています。セクター別に見ると Amazon などが含まれる一般消費財が約 2.2% 上昇しました。市場全体の上げを力強く牽引する形です。本財や不動産関連も堅調な推移を見せています。一方でエネルギーセクターは原油の供給不安に対する懸念が後退したことで約 2.8% の大きな下落となりました。現在は決算発表シーズンの真っ只中ですが、ここでサプライズとなった銘柄をご紹介します。通信半導体を手掛けるマックスリニアです。次世代の AI データセンター向け製品の発表が市場から高く評価され約 13% も急進しました。出来高も通常の数倍に膨れ上がっています。またエンターテインメント企業のライオンズゲートも約 12% の大幅上昇を記録しています。同社が保有する強力なコンテンツ資産の価値が市場で改めて見直される展開となっています。続いてマクロ経済の動向です。 FRB のウォラー理事は直近の講演で目先の利下げに対して極めて慎重な姿勢を示しました。中東での紛争が長期化するリスクを明確に指摘し、インフレ再燃への強い警戒感をにじませています。インデックス投資で資産形成をしている方にとって利下げのタイミングは運用成績を左右する重要な要素です。政策金利の高止まりが今後も長く続く可能性があり、来週以降の経済指標には一層の注意が必要です。それでは本日の取引量上位の注目銘柄を見ていきましょう。電気自動車大手のテスラが約 3% の反発を見せました。厳しい市場環境の中で8週連続の下落が続いていましたが、来週に控える四半期決算の発表に向けて底打ちを期待する買いが入っています。また半導体大手のインテルは前日比変わらずでした。今週は26年ぶりの高値水準まで急騰していましたが、本日は利益確定の売りに押され一服感が出ています。しかし出来高は1億1000万株を超え活況です。そして AI 銘柄の筆頭である NVIDIA も安定した強さです。出来高が1億5000万株を超えました。圧倒的な大商いとなり、株価は約 1.7% の上昇で取引を終えました。 AI 半導体への旺盛な需要と投資家の資金流入は依然として市場の屋台骨として機能し続けています。最後に明日の市場予測です。 AI の膨大なデータ分析によると明日は暗号資産関連が注目されています。特にマイクロストラテジーへの資金流入が活発化する見込みです。中東情勢の緊張緩和を受けてビットコイン価格が急反発しているためです。上昇トレンドを形成しつつあります。本日のレポートは以上です。この動画は特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。 US テックナビでは毎朝米国市場の最新動向を4分でお届けしています。見逃したくない方はチャンネル登録と通知オンをお願いします。それではまた明日。